これで暑いと言っていたら多治見では生きていけませんよ。こんにちは。ここは岐阜県多治見駅。気温は30度を少し超えたところです。今日はこれから日高山に向かいます。暑いし早く乗り換えようよ。エアコン。早速岐阜行きの気動車に乗り込みました。クロスシート。0番台ですか。これはラッキーですね。キハ25型は1000番台の方が多いですが、ロングシート車なんですよね。313系のようなクロスシートを楽しめるのは0番台だけです。出発。暑いとは聞いていたけど、多治見は暑いね。今日は多治見に限らず全国的に暑いじゃないですか。そうだけど、多治見と言ったら暑いでしょ。まあ確かに暑いですよね。多治見市は2007年に当時の国内最高気温 40.9 度を記録しました。多治見市は四方を山に囲まれた盆地で、熱がこもりやすいことが特徴です。今日の最高気温も37度と予報されているので、これから午後にかけてまだ気温が上がるのかもしれません。私たちは多治見から離れていっているけど、日高山も多分暑いよね。まあしばらくは汽車の中なので冷房が効いているはずです。ところで名古屋からだと特急もあるのに、なんで多治見経由にしたの？本当は織部ストリートに行きたかったんですよ。多治見の本町地区には陶器のお店が並んだ道があるんだよね。美濃焼のお皿とかがいろいろあってウィンドウショッピングには楽しいんだけど、この暑さだと歩くのも危ないから仕方ないね。たまに行くと掘り出し物のような発見があって楽しいのですが、さすがに今日は暑すぎました。今週は暑さが続くみたいだし、ちょっと運が悪かったかもね。そういえば多治見駅からは電車じゃないんだね。今通っている路線は大多線と言いますが、非電化単線のローカル線といった雰囲気ですよね。通学需要は結構あるみたいですが、それ以外の地元客があまりいなさそうなのもローカル感があります。岐阜と多治見を結んでいるから結構需要はありそうだけど、電化されていないのはちょっともったいない気もするよね。もともと大多線は可児と多治見を結ぶ軽便鉄道として開通しました。可児から先の区間は少し後の時代になって建設されますが、現在の名鉄広見線の御嶽駅方面へ先に路線が伸びました。その後多治見、可児間は国有化され、間もなく狭軌に回帰、美濃太田までの全線開通となります。その後も大多線は非電化ローカル線のまま現在に至ります。変化があるようであまり変わらない路線なんだね。国有化されなかった可児、御嶽間は同時期に電化、回帰されているので対照的です。まあ仮に大多線が電化されても、高山本線の非電化なら大多線はボトルネックになっていたでしょうから、当時電化されていたとしてもどこまで近代化が進んだかは分かりません。岐阜から多治見に抜ける需要は貨物くらいしかなさそうだよね。この辺りも名古屋方面への需要が大きそうだから、電化するメリットも少ないのかもね。とはいえ高山本線の岐阜側の高架には架線中の台座があったり、電化が全く不可能ではないという点は気になります。需要の面ではあまり期待できませんが、夢のある話だとは思います。中津川発大垣行きの電車とかちょっと見てみたい気がする。観光を含めた旅客需要がもう少しあったら実現しそうなのも面白いところですよね。列車は可児駅を発車するところです。可児駅は名鉄線との乗り換え駅なんだよね。名鉄新可児駅は N 山駅から御嶽駅を結ぶ広見線の途中駅です。最近はミュース会の直通廃止などくらい話題が多いですが、名古屋方面へのアクセス路線としてある程度の需要はあると思います。この辺りは隣が名鉄電車だからどうしても比べてしまう区間だよね。隣が電車という点だけ見れば三重県のようにも思えてきます。少し進んで電車は木曽川を渡ります。ダムみたいだね。ダムなんですよ。今渡りダムだね。今渡りダムは1939年に完成したダムです。このダムは上流に建設された多数のダムによる川の流量変化を調整するために作られました。木曽川の最下流にあるこのダムで川の流量を調整することで、下流の揚水取水を問題なく行えるようにしています。もう少しで美濃太田だね。少ないけど車両基地に列車が止まっているね。車両基地はいろんな列車を見れるから通ると楽しいよね。隣に列車が来たよ。美濃太田駅は本線上で入れ替えをするのでこういった景色を時々楽しめます。美濃太田駅は大多線と高山線、長良川鉄道が乗り入れる駅です。各方面への乗り換え拠点になっているほか、特急も全列車が停車する主要駅です。私たちもこの駅で高山方面の列車に乗り換えです。
乗り換え時間が30分くらいあるんだね。駅には売店があるので少し見てみましょうか。ということで美濃太田駅に到着です。暑い。ホームに待合所があったから戻らない？今日は暑いという感想以外出てこなくて困ってしまいますね。時間になって汽車がやってきました。ロングシートか。高山本線はロングシートの普通列車が多いですよね。せっかくならキハ75系に乗りたかったよ。車内は空いていたね。時間的に高山方面に向かう人は少ないのかな。暑いから外に出たくないんじゃない？車内の室温は25度で快適です。正直もう少し涼しくても良いと思いますが、扇風機じゃないだけ良いといったところでしょうか。美濃太田駅は2面4線の構造で、長良川鉄道のホームも含めると3面5線の大きな駅です。留置線もたくさんあり、駅の出発時はたくさんの分岐を超えるので見ていて楽しいです。高山線は単線だから、これだけの線路が一つにまとまっていくのは楽しいね。留置線も入れたら8線もあるんだね。隣にある美濃太田車両区の入出庫車両をさばくため、たくさんの留置線があるんだと思います。昔は名鉄からの直通特急の分割併合も行っていたそうですよ。線路がいっぱいだね。とても良い景色です。単線非電化の駅とは思えない大きさです。一番線からの出発だからぐねぐね曲がって進んでいくね。高山本線の線路に入ったようです。ようやく出発って感じかな。列車は小尾駅を越えたところです。この辺りはまだ平地なので列車も時速90キロと軽快に走ります。路線の最高速度も時速110キロとかなり速いです。すごくまっすぐ。高山本線は分岐器を高速通過できるものに変えられているので、緩やかな分岐器のカーブを楽しめますね。速度標識があるよ。特急は110キロ。この汽車は90キロの速度制限みたいです。下麻生駅で上り列車と交換します。下麻生駅を過ぎると線路は北側に沿ってぐねぐね曲がって進みます。この駅から先の路線最高速度は100キロと少し落ちます。少しずつ山らしくなってきたね。車窓からは飛騨川の峡谷、翡翠峡を望めて景色の良い区間です。高山本線は飛騨川を眺めていると時間が過ぎていきます。着いた。日高山駅に到着です。日高山駅はカーブしたホームが特徴的な駅です。広い構内は蒸気機関車の時代に機関車付け替えを行っていた名残だそうです。昔は転車台もあったそうで、運行上の拠点であったことがわかります。駅舎は趣がありますね。青春を感じる。ちょっとわかる。1928年開業の駅ですが、駅舎も開業当初のもののようです。2001年までは駅弁の販売も行っていたそうで、栗こわいが人気だったそうです。怖い。おこわみたいな料理だそうです。とりあえず市街地に向かって歩いています。まずは何を見るの？日高山は筋骨巡りで有名ですが、それ以外にも見どころがありますので、散歩していきたいと思います。とうとうと水が流れているね。水力発電所につながる水路ですね。上流の大船渡ダムから奥に見える大船渡発電所へ水を送っています。1929年完成の発電所で、比較的小さいですが常時 2800kW の発電をしています。大きい橋が見えてきた。対岸の市街地と金山駅をつなぐ金山橋です。高山本線の日高金山駅設置と同じ年に架けられたようで、それまでは渡し船があったようです。マ瀬川と飛騨川の合流地点だからか、川幅が広くてとても見晴らしが良いね。水もきれい。とりあえず渡っていきます。歩道が分かれているのは安心だね。隣の道路橋は古そうですが、こちらの歩道橋は新しさがありますね。橋の構造はトラス橋ですが、敷けた部分が2段のトラスになっているのが特徴的ですね。見た目は古そうなのですが、ボルト締結が採用されているみたいです。昭和初期の高構造物はリベット接合のイメージが強いですが、何か理由があったりするのでしょうか。橋の真ん中あたりまでやってきました。やっぱり良い景色。釣りをしている人がいるね。清流みたいだし、鮎釣りかな。アマゴなども釣れるみたいです。市街地らしくなってきたね。ここは日田街道との交差点です。この辺りは日田街道の宿場町、金山宿として栄えた地域です。左右に走っているのが日田街道だね。古そうな建物が並んでいていかにも宿場って感じ。
この道幅、くねくね曲がる道筋、いかにも旧街道ですね。それにしても宿場の範囲が結構広いね。金山宿は4つの藩の境界に位置する要衝だったこと、飛騨へ向かう時には中山七里という難所越えを控えていたことから、地理的に重要な拠点だったようです。金山宿は美濃国に属しており、飛騨寺への玄関口でした。ちょうど飛騨川を渡った飛騨金山駅のあたりが飛騨国なんだよね。おそらく飛騨川が国境だったんでしょうね。交通の要衝ということもあり、金山宿は人馬の往来がとても多かったそうです。この地に暮らす人にとって飛騨街道は生活路として使うには危険なことから、民家の間に細い裏路地を作って通行していたようです。飛騨金山の筋骨だね。筋骨巡りは置いておいて、少し飛騨街道を進みたいと思います。どこか行くの？少し見晴らしのいい場所があるので、行ってみたいんですよね。鎮守山？登るか。鎮守山は古墳時代の両面宿儺伝説の舞台です。確か手足8本、頭の前後に顔のある怪異だよね。空を飛んで移動していたとか。この地域の伝承では英雄的存在とされているんですよね。何でも37日間この山に滞在して大だらにを唱えて、地域の安全と五穀豊穣を記念して光沢山へ飛び去ったそうです。この伝承からここは鎮守山と呼ばれるようになり、観音堂を建てて両面宿儺を祀ったそうです。ちなみに、鎮守山は地元ではちんちん山とも呼ばれているそうです。ちんちん。形が遠くから見るとそれっぽく見えるのかな。五穀豊穣という点では弾痕信仰とつながる点もあるので、昔から神聖視されてきた場所なんじゃないですかね。チンチンを鎮守するってこと？鎮守山はここだけ盛り上がっているから信仰の対象になりそうな気はする。もっこり立ち上がる生命のエネルギーってことだよね。あれ、でもそれならおっぱいでもよくない？あ、膨らみが一つだからおっぱいじゃダメか。愛知には弾痕信仰で有名な田形神社とかもあるし、つながりがあったりするのかな。結構登りますね。あ、建物が見えてきたよ。あれが観音堂ですね。立派な屋根のお堂だね。山の先端には両面宿儺の石像がありました。お堂の横には休憩用のベンチもあったので少し休むことにしました。木陰にいるはずなんだけど全然涼しくないよ。飛騨金山は山ですがそこまで標高はないので暑いですね。風はあるけど熱風。そろそろ筋骨巡りに行きましょうか。うさぎちゃん、ここ通って大丈夫なんだよね。筋骨巡りのルートなので大丈夫です。水の近くだから少し涼しいかも。すごく生活感のある道だね。地元の人のための裏道なのでそういうものみたいですね。建物がせり出していていかにも裏道って感じだよ。橋がある。ちょっと探検しているみたいでワクワクする。生活路らしく隣に畑があるのもまた良いです。何か掘られた空間があるよ。水洗い場かな？今は使われていなさそうですが、野菜など冷やしていたら雰囲気が出そうです。すごく狭い道になったね。川の上にも建物が建っているのですごい圧迫感です。建物の中にいる気分になってくるよ。この辺りは柱が細いので少し不安になる建物ですね。ここにも水場があるよ。蚊柱が立っていますが使われているのでしょうか。こうして裏路地に水場があると生活空間という感じがするよ。筋骨は昔は公道扱いだったそうですが、生活空間が公道なのは複雑な心境になりそうです。うさぎちゃん、こっちにも道があるよ。民家の入り口じゃない。飛騨街道に通じているようです。建物の基礎部分の石垣が面白いですね。いかにも川で拾ってきたような感じで不揃いです。なんかトンネルを抜けるみたい。出てきた。再び先ほどの筋骨に戻っています。飛騨金山ではこのような裏道は筋骨と呼ばれています。生き物の隅々に行き渡る筋と骨になぞらえた名前ですが、入り組んだ様子はまさに筋という感想を覚えます。ここの建物の基礎はコンクリートなんだね。いろいろな作りの建物があって見ていて飽きないね。大昔の基礎に現代の建物を建てているようでカオスですよね。この辺りはガスメーターとボンベが置かれています。ガス屋さんが大変そう。重いボンベってどこから運び出すんだろう。表通りに置かず裏の筋骨にこういった設備があるというのは、
半分生活空間だと思い知らされます。やっと突き当たりだね。結構長かったね。でも少し涼しくて楽しかったよ。日差しを浴びるとやっぱり暑いね。お次はここです。奥飛騨酒造だね。暑いし早く入ろうよ。初緑を購入してきました。試飲も満足いくまでさせてもらえたね。初緑はフルーティーな味が特徴の日本酒なので比較的飲みやすいかと思います。他にも日本酒ウォッカとか柚子酒とかがあったね。次はちょっとした映えスポットに行きます。また橋があるね。ちょうど橋から見えると思います。おお、良い景色。すごく急な階段です。階段もすごいけど川の水がきれい。混川は清流として知られています。特に混川上流は平成の名水百選に選ばれるなど特にきれいな水のようです。橋を渡ってきました。これより先中山七里という看板がさりげなく置かれていますね。橋を渡ってようやく飛騨寺といった感じです。ということで飛騨寺を歩いています。隣は川と崖なのでちょっとした中山七里気分を味わうことができます。車通りは少ないけど時々大きい車が通るから気をつけてね。この辺りは日陰だから少し涼しいかな。川辺なので水音を聞きながら歩けるのも涼しさを増しているのかもしれません。次はどこに向かっているの？大船渡ダムを通って駅まで戻ろうと思います。大船渡ダムに到着し大船渡ダムに到着しました。すごい水流。放水の音でウサギちゃんが何話しているかわからないね。大船渡ダム横の橋を歩いています。大船渡ダムは1929年に完成した重力式コンクリートダムで下流の大船渡発電所のための貯水ダムです。ダムとは言っても抵抗が15メートル未満のため法令上は取水堰という扱いです。川幅が広いのでダム堤体には11門のテンターゲートを持つ大規模なダムになっています。バーッと流れているね。通常通りの放水だと思いますが勢いがあって気持ちいいです。ここだけ少し涼しい気がしてくるよ。飛騨川にはたくさんの発電用ダムが建設されていますがこのダムも発電用のダムとして建設されています。飛騨川流域の発電用ダムは中部電力の管轄となっていますがこれは戦前の水利権の兼ね合いがありました。豊富な水量を持ち有効落差を十分に取れる木曽川水系の川は当時から電源開発の対象として各社の争奪戦が繰り広げられました。戦中は日本発送電という電力事業体に一本化されますが戦後電力会社が分割された際に木曽川水系の電源利権は大いに揉めたそうです。木曽川水系には木曽川、長良川、揖斐川といった木曽三川に加え飛騨川を含む支流が大量にありました。飛騨川の電源開発は中部電力前身の東邦電力と関西電力前身の日本電力がしのぎを削っていました。最終的に木曽川本流は関西電力が、それ以外の木曽川水系は中部電力が利権を握ることになりました。だから木曽川の水力発電所は関西電力って書いていたんだね。北陸の電源利権についてはさらに揉めたらしいのでこれくらいならまだマシなのかもしれません。飛騨金山駅まで戻ってきました。すげえ31度。次の汽車はあと1時間半くらいか。エアコン。待合室で待つのも辛いので駅前の喫茶店に行きましょう。ここです。アイスコーヒー。とりあえず近くに涼める場所があって助かったよ。店の雰囲気は地元向けという感じですが快く迎えてもらえて助かりました。冷たさが体にしみる。お腹空いたのでハムサンドを追加注文しました。味は一般的なハムサンドだね。ハムの塩気が嬉しい味わいです。暑い中歩いてきたからしっかり水分塩分補給しないとね。美味しかったです。この暑さだと涼しい場所ってだけで価値があるよ。数千円で涼しい時間をしばらく過ごせると思うと安いです。あ、来た来た。残念ながらあれもロングシートですね。キハ25型1000番台はロングシートですが前面の車体表示器が一つだけなので見分けることができます。あと2駅だし我慢だね。ガラガラ。想像以上にしていましたね。激混みで座れないより全然良いです。今走っている区間は高山本線の中でも駅間距離が長いです。
焼け石駅は両隣の駅から9キロ以上離れているため、どちら側にも信号場があるのが特徴です。ゲロ駅までも20分以上かかるからかなり遠いよね。ゲロ駅に到着だね。この後はホテルに向かいます。ゲロ温泉だね。とりあえずゲロ駅前に出てきました。日が傾いてきたからか、少し暑さが和らいだ気がするよ。多少標高があるので気温が下がったのかもしれません。では向かいましょう。あ、こっちの坂から向かうんだ。こっちの方が人通りが少ないので歩きやすいんですよ。水明館に泊まるときはここから歩くととても近いんだよね。今回水明館には泊まりませんが、階段がないのも嬉しいところです。ただ車は結構通るので歩くのは注意が必要かもしれません。アジサイと水路だね。手入れされているのかとても涼しげです。こっちは楓かな。四季を感じる木々がたくさん植えられているのが楽しいです。ホテルが近いからこだわって植えられていそうだよね。夏の楓も青々していて綺麗だね。少し違う角度からゲロを眺められたようで嬉しいです。高級宿は外装にも気を使っているから、植木を眺めるのも結構楽しいんだね。お湯が溜まっているよ。熱々。暑いから川で涼んでいる人が見えるね。この時期は温泉に浸かるより川に浸かるのが人気みたいですね。またお湯があった。ここもかなり暑いですね。温泉神社なので長寿社も温泉水なんですね。なんか狭い道に入ってきたけど大丈夫？筋骨みたい。実はゲロにも筋骨があるんですよ。ちょうどこの道を抜けた先は日田街道なのですが、ゲロにも街道沿いに狭い生活路が張り巡らされています。日高金山ほどの規模ではありませんが、ここが日田街道の宿場町、湯の島宿であったことを知らせてくれています。そっか、ゲロも宿場町だったんだね。温泉地としてのゲロの歴史は古く、室町時代には全国にその名が知られていたそうです。当時は湯島と呼ばれていたそうですが、河原に湧く温泉として湯治客で賑わったそうです。ですが江戸時代の洪水で湯口が塞がり、明治頃まで温泉が出なくなったそうです。現在あるゲロ温泉は大正から昭和初期に開発された比較的新しい温泉地の姿です。とはいえ泉質はおそらく昔と変わらないでしょうから、白鷺の湯としての威厳は保っているんじゃないでしょうか。なんか分かれ道が出てきたよ。看板も立ってる。ここは南北街道と日田街道の交差点です。ということは中津川の方に抜ける道だね。南北街道は荒木府街道とも呼ばれ、ここを起点につけ地、中津川を経由し、伊那や明智へと通じていた街道です。2つの街道が交わるってことはここも交通の要衝だったのかな。南北街道は飯田など信州へも通じているので重要な場所だったと思います。この道も街道らしい幅とグネグネ具合だよね。ゲロはインバウンドや若者向けのお店が増えてきている気がしますが、もう少し街道の歴史にも目を向けてほしいところです。ゲロ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 。ご視聴ありがとうございました。